じゃあまず今日進出を決めた瞬間どんな感じでした？そうだね、正直 BO5 を出て、グループステージに行けるのかなってやっぱ昨日とかまで思ってたから、そのタイブレイク BO1 一戦やって勝ってグループステージに行ったっていうなんかこう実感はやっぱそう勝った瞬間ちょっとなくて、それでもなんかめちゃくちゃ嬉しくてもうよく分かんなかった。どんくらい嬉しかった。でも人生で一番嬉しいレベルだね。やっぱなかなかないね。今までロールやっててこんだけ国際戦で勝てたことも全然なかったし、LV でやっててよかったなって思った。どうだろう。でもやっぱあれなんだよね、結構アリアとかスティールとかそんなにこうわーってならないタイプかなって感じもするけど、アリアとか意外とすごい勝った時本当に嬉しそうでこっちも嬉しくなるし、ゲンはもちろんやっぱ負けず嫌いなとこもあって勝った時本当に嬉しそうだからこっちもやっぱ嬉しくなる。なんかユタポンはあんまり表に出さないタイプ？勝って嬉しいもちろんあるし、やっぱそのプロ選手やってる人って結構負けず嫌いなとこあるから、勝って嬉しいもあるんだけど負けなくて嬉しいっていうかよしよしよしみたいな感じもやっぱあるから、あんまり表に出ないのかもしれない。なるほどね。今日ぐらいの時でも今日はでも結構喜んだかも。結構レビさんがそのグループステージでなんか信じられない実感が湧かないってことを言ってて、確かになって正直実感も全然湧かないし勝ったんだなって思わされる一言と言いますか。やっぱ美容はなんかもう気持ち的には絶対もう BO5 はするっていう気持ちだったから、やっぱ BO5 正直そのグループ A どんな相手に来てもなんか BO5 全然負ける可能性あるのに、この BO5 勝てなかったら、グループステージに行けないんだなっていう気持ちしかなかったから、そのもう本当に大変なグループ5じゃ BO5 すっ飛ばしてもうグループステージ行けるって正直あんまり実感はない。いや正直このメンツだったら全然グループステージに行くのも夢じゃないとは思ってたんだけど、実際に行ったってなるとマジかってやっぱなるもんだよね。毎回その国際戦って結構毎年毎年勝つつもりでいってやっぱなんだかんだでやっぱそのどこのチームも強いわけだから、勝てるなってなる場合が多くて、やっぱ結構国際戦本当に大変なのも分かってるから、今回もちょっとやっぱ難しいところはあるのかなって思うこともあったけれど、勝って嬉しいね。でユタポンも自身のツイートで何年かかったんだかっていうようなこと言ってたけど、2015年だっけ最初。そうだね。WCA、ゴンちゃん試合した？したね最初の国際戦の時だから正直高校生だから大学1年生ぐらいで、もうなんか正直ゲームにあんまり集中できなかったね。正直その学校休んでいくのか大丈夫かなみたいな。大学1年生のその入学最初の頃もう一番最初の頃から正直授業とかテニスに国際大会とか行ってたから、大丈夫なんかな俺って思いながらやってる部分もあって、なんかこうゲーム一本に集中できなかったけど、やっぱその専業になってからどんどん自分が正直まだまだ上手くなれるんだなって思えることが多くて結構嬉しかったかもしれない。確かにあの頃ね、オーナーの上崎さんとかと一緒に学校行って高級取れるかみたいなのもいろいろやってた時期だったね。覚えてるのは勝った試合って確かユタポン覚えてる？
なんかユダポンのベインで一緒拾ったみたいな覚えてないな、雰囲気があった気がするんだよな。まあいいや、まあ、そこから我々の挑戦が始まったっていうわけで、まあ、EDG 戦じゃないですか、ユダポンさんといえば。印象にすら残らなかったけどね、EDG 戦は。もうあの頃ってどんな気持ちだったんですか？気がしてやめてくれやめてくれって感じ。もう本当にもう手も足も出ないとはこのことって感じだったね、正直 EDG 戦は。強すぎまあ市内に告られたのも2018だね。そうだな、結局そのなんだっけ、カブームだっけ当時に、勝って結局、2チーム上がるやつだったから上がったけど、新年には僕られたね、その時。まあ、そこから C9 との因縁とかもありますけど、そうですね。ユダポンさん的に C9 戦ってなんか思うところあるんですか？別にでも NA チームってすごいなんかやりにくくもあってやりやすさもあるっていうか、 NA チームってその個人個人も間違いなくうまいんだけど、なんかこうチームとしてどうやるかみたいなのが決まっててっていうかな、その個人のプレーにあんまりフォーカスしてないっていうか、個人個人がこれやっちゃうよみたいな動きをしてこないから、すごいいい意味で言えばもうなんかもうプロフェッショナルなマクロの動きをしてくるし、悪い意味で言えばそういうイレギュラーななんかこうソロキルとかをあんまり起きないタイプの相手だから、NA は結構、俺は好きなタイプかな。そのやっぱ見ててプレイスタイルっていうのがプロだなって感じする。そのグループステージのチームの強さに並んだとは正直全然言えないけど、そのグループステージのそのメンバーチームの中に名前を連ねることができたってことだけでまずもうかなり進歩したなって気がしてて、正直世界戦そのグループステージだと各2戦ずつかな、正直試合数もそんなにあるわけじゃないし、こう何か噛み合えば全然どんだけ強いチームにも勝てるっていうチャンスはあるからすごい楽しみかな。そうですね、グループステージ正直全力を尽くしてやるし、チーム全員で頑張るけどどんな試合になるか分かんないけど、やっぱそれでも日本のみんなに試合を見てもらいたいから、応援してもらいたいから、ぜひね、配信で見て応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。1試合目、e スポーチューントップレーナーさんが飛んで火吹いたんで勝手に勝てました。 SDR ちょっとスキルショットがちょっと怪しかったけど、アムさんが飛んで火吹いたんで勝てました。